こんにちこんは。にちは。私たちは2021年から約1年間かけて DIY した軽バンで日本一周をしました。日本一周後は2年間北海道に住んで、その後地元の大阪に帰ってきました。はい。今回の動画は北海道にいる時に買った私たちの愛車デッカリー号についてのご報告です。はい。タイトルにもある通り、この宅配バンを最初はキャンピングカーにしようと思って購入したんですが、それを諦めることにしました。はい。動画の中でもキャンピングカーにしたいという話を常々していたので、視聴者さんの中ではいつするんやろうとか楽しみに待っていてくださった方もいると思うので、今回はその経緯についてお話ししたいと思います。本来ならデッカリー号の中で撮れたらよかったんですけど、ちょっと夏暑くて車の中で撮るのが難しいのでお家から失礼します。はい。今回の動画では宅配バンを買った経緯とキャンピングカーにすることを諦める理由、そして今後どうするかっていうのをお話していきたいと思います。はい。まず最初に改めてデッカリー号についてのご紹介と、買った経緯についてお話ししたいと思います。はい。まずデッカリー号は正式名称がダイナアーバンサポーターという車です。トヨタの車なんですが、年式は2002年製なのでもう22年前の車です。はい。で現在では販売されていなくて、もう市場は中古車しか出回ってません。で中古車もすごい人気で、なかなか出回らないような車種になってます。似た車にクイックデリバリーという車種があるんですが、それは実際にヤマト、宅配便のヤマトさんが使ってた車で、それをもうちょっと個人商店用とかに一回り小さくしたモデルがアーバンサポーターになってます。もともと乗用車として作られたというよりかは商用車としての側面が大きい車です。はい。なので今現在普通に乗用車として乗ってる方は本当に少ないと思います。大体仕事用で使われているのを見かけることが多いです。はい。で私たちはこの車を約1年半前、2023年の冬頃に購入しました。で納車が4月ぐらいだったので、ほんまに大体1年半ぐらい乗ったかなっていう感じです。はい。でなんでこの車を買ったかっていうのを簡単に振り返りたいんですけど、もともと僕たちは日本一周はスバルの軽バンサンバーディアスワゴンクラシックという車でしました。で1年半かけて日本一周して、北海道に住んでからもその車で車中泊とか旅を楽しんでました。はい。でその冬にカリー号を車検に出したんですけど、古い車なのでなかなか修理のパーツが見つからなかったりとか、すごい時間がかかってしまって、その間ずっと台車で過ごしていました。その途中でキャンピングカーをレンタルしたりもして、もうちょっと新しい車っていうのも見てみたいという思いが強くなりました。はい。もともと狭い軽バンで車中泊とかしてたんで、もうちょっと快適に車中泊するためにでっかい車も欲しいなと思ってて、で日本一周してる時から車っていうのはいろいろ見てたんですけど、もうその時にダイナアーバンサポーターを見つけてて、いつか次車を買うならその車がいいと思ってました。はい。で調べたら北海道に1台だけその車が中古車で販売に出されていて、一度見てみようということで、車屋さんに行って見て、もそこで買おうってなりました。実際ネットとかで画像を見てて知ってただけやったから、実物見てみないとどんな感じか分からなかったんで実際見に行ったんですけど、もう一目惚れというか、その時点で買うことを即決しました。はい。ほんまに最初に言ってたようにキャンピングカーにするつもりで買ったので、そのキャンピングカーのベース車として最適な車だなと思ったので購入することにしました。はい。で1年乗ってみた感想というか、メリットとかデメリットとか実際乗って気づいたこともあったので、それはまた別の動画を出しているので、そちらもご覧いただければと思います。ほんまに人と被らなくて、見た目もすごい気に入ってて、日本一周した軽バンのカリー号と同じぐらい好きな車です。はい。実際北海道でも車中泊旅とかして、やっぱり荷室で建てたり居住性がすごい高くて、軽バンに比べてもすごい過ごしやすかったです。はい。なのでキャンピングカーにしてもすごい過ごしやすいだろうなとは思ってました。買ってからすぐにキャンピングカーにするっていう感じではなくて、1年ぐらいは車中泊仕様、後ろにベッドとか積んで、それで車中泊を楽しむという感じで進めてきました。はい。でその車中泊を十分楽しんだら本格的にキャンピングカーにして、もうちょっと快適な旅とかもしたいなと考えていました。はい。ほんまにキャンピングカーにするつもりだったので、ビルダーさんとかにも相談したり、実際すごいキャンピングカー市場って今人気やから、頼むとしても1年後とかになるというお話だったので、じゃあとりあえず車中泊をして、理想のキャンピングカーの形というかな、どういう内装にするかとかを考えていこうと思っていました。そんな風に考えてはいたんですが、じゃあなんでキャンピングカーにすることを諦めたのかということを詳しくお話ししていきたいと思います。はい。いろいろ理由はあるんですけど、主にはその以前出した
メリットデメリットの動画で語っているデメリットの部分が大きいです。最大のデメリットは乗り心地が悪いというところです。これはもともと乗用車として作られてないので、しょうがない部分ではあるんですが、やっぱり実際乗ってみて運転してる時の乗り心地、走ってる時の突き上げとか振動っていうのが結構すごくて、長時間の運転とかには向いてないなと感じました。ある程度は想像してたんですけど、思っていた以上にちょっと悪かったなというところです。その前回のデメリット動画を上げた時にそういうコメントでアドバイスというか、こうしたらいいよっていうお声もいただいたんですけど、おそらくそれをしても乗用車ほど良くはならない、改善はされるかもしれないんですけど、乗り心地いいというところまではいかないなと思って、それでキャンピングカーにした時にどうしても乗り心地の部分っていうのはずっとつきまとうものなので、それをずっと感じながらキャンピングカーに乗っていくっていうのはちょっと不安な部分がありました。もともとこの車自体が荷物を運んだりとか商用で使われる目的で、作り自体も長距離移動には向いてない車種だそうです。それは知らなかったんですけど、結構近場でストップ&ゴーを繰り返すような使い方が本来の使い方らしく、僕たちのように、例えば遠方、日本の端っこに行ったりとか、そういう使い方には向いてない車種だということが分かりました。で実際にキャンピングカーにするとなると、古い車なので純正のパーツというかオプションパーツとかもないので、完全にオーダーメイドになるとビルダーさんにも言われていました。ちょっと通常より高くなる、費用が高くなるというお話でした。それはそれで分かってた問題やし、自分たちの好きなように作れるから、そこはメリットかなとは思ってました。ただ車自体が古いので、例えばエンジンが壊れたりとか何かもう修理不可能ってなった時に、せっかくお金をかけて内装を作ってキャンピングカーにしたとしても、もう車自体がダメになってキャンピングカーとして乗れなくなるという要素があって、そういう点を考慮してちょっとキャンピングカーにするのは諦めようということになりました。同じ車がまたすぐ手に入ったら移せるというかな、キャンピングカーで使った部品とかを新しい車に移したりもできると思うんですけど、さっきも言ったみたいになかなか出回ってない車でまた探すっていうのも難しいし、形が特殊なので他の車を買って流用するっていうのも難しいのかなと思いました。だからすごい車中泊旅とかしてみて居住性はすごく良かったし、実際快適に車中泊はできてたんですけど、メンテナンス面を考えるとやっぱりリスクが大きいのかなと思いました。このデメリットがあって僕たちはキャンピングカーにすることを諦めたんですが、実際そのリスクを取ってでもキャンピングカーにするメリットもあるかなとは思ってます。やっぱり車中泊旅とかしてみて後ろで立って着替えられたりとか、居住性の部分に関しては本当に文句はなかったので、その壊れてもいいという覚悟があれば全然キャンピングカーにしても十分楽しめたのかなと思います。他の人と被ることもないし、メンテナンスしながら乗っていきたいという人にはすごくいいと思います。古い車が好きな人はあるあるかもしれないんですけど、そういう部分があるからこそ愛着が湧いて長く乗っていきたいという思いが芽生えるという気持ちもすごい分かりました。じゃあ次にこのキャンピングカーを諦めて今後どうするかっていうのをお話ししたいと思います。今現在は車中泊仕様になっているので、このまま乗り続けるという選択肢もあるんですが、それはしないことにしました。とはいえやっぱり僕たちの愛車なのでずっと乗っていきたいという気持ちはあります。壊れるまで乗りたいと思ってます。なのでデッカリー号はキッチンカーにすることにしました。まさかの展開。キャンピングカーではなくキッチンカーになります。やっぱり乗ってみて乗り心地の面とか考えて、この車にはもっと適した使い方があるんじゃないかなとずっと思ってました。で実際にこのダイナアーバンサポーターっていう車はキッチンカーで使われていることが多くて、キッチンカーのアーバンサポーターを見かける機会は多かったです。乗用車で見たことは一回もないんですけど、キッチンカーとか配送用で実際に使われている姿っていうのは目にしました。私たちの夢はカレー屋さんをオープンすることなので、このキッチンカーでカレーを売りたいなと思ってます。この車を買った時に視聴者さんからもコメントでキッチンカーにしないんですかと言われることも時々あったんですけど、その時はそんな風に思ってなかったのでしないですという感じだったんですけど、本当にキッチンカーになります。もしかしたらそのキャンピングカーにした後にもう旅しばらくいいかなってなった時に、もしかしたらキッチンカーにするかもという気持ちは 0.1% ぐらいはあったかもしれない。そうやな、心の中ではキッチンカーにもできるなという気持ちは少なからずありました。
まさかそれがほんまになるとは思ってなかったんですけどキッチンカーにすることにしました。でこれは思いつきではなくて半年前ぐらいからいろいろ考えて準備していました。北海道に住んでる時は札幌のカレー屋さんドモンさんとコラボして冷凍のカレーを売らせていただいたり、あとはイベントに出店してカレーを販売させていただいたりしました。で大阪に帰ってきたんですけど、これからもカレーを販売したいなと思っていました。今まではオンラインを中心に販売してたんですけど、実際に出たイベントとかで視聴者さんにすごい喜んでもらえたりとか、私たちとしても直接お会いして販売できる機会っていうのはもうちょっと増やしたいなと思ってたので、デッカリーゴをキッチンカーにすることでそれも叶えられるなと思います。今まではオンラインのみで販売していたので、僕たちの視聴者さん、動画を見ていただいている方を中心に買っていただいてたかなと思います。ただキッチンカーを作って実際に出店して営業すれば、僕たちを全然知らない人でもカレーを知って買っていただけて、たくさんの方に食べてもらえると。そうすることで将来カレー屋さんを開いた時に僕たちのカレーを知ってる人がたくさん増えるのが嬉しいなと思ってます。はい。なかなかカレー屋さんをやりたいと言ってもいきなり店を開くのはやっぱり初期費用とかもすごいかかるし、最初からお客さんが来てくれるかっていうのはわからないので、まずはキッチンカーを作ってカレーを販売して、それがうまくいけば将来的に自分のお店を構えてカレー屋さんを開きたいなと思ってます。はい。なのでキャンピングカーは諦めるんですけど、キッチンカーになるということで引き続きデッカリーゴも使っていけるし、私たちの夢にも近づいていけるのかなと思っています。キッチンカーを作るんですけど、DIY で作るのかなと思われる方もいるかもしれないんですが、これに関しては業者さんに頼んで作ってもらうことにしました。はい。めっちゃ頑張れば DIY でもできなくはないかなと思うんですが、ちょっと時間もかかってしまうし、水道工事とか電気工事とかも必要になってくるので、やっぱりプロに任せた方が安心して皆さんにお届けできるカレーが作れるかなと思ったので、もう業者さんに頼むことにしました。やっぱり決まりとかがあって、適当にキッチンを積んだからキッチンカーになるっていうわけじゃなくて、保健所の検査とかも通さないといけないんで、素人の自分たちがやるにはちょっと難しいかなと思って専門の内装業者さんに頼むことにしました。はい。で、大阪にこういう宅配バンをキッチンカーに改装されている会社があったので、そこに頼むことにしています。もう数日以内にはデッカリーゴをお渡しして内装工事が始まるというような状況です。はい。今8月なんですけど、実際に完成するのは10月か11月頃なので、もうちょっと先にはなります。はい。しばらくだからデッカリーゴとはお別れなんですが、新たな姿で帰ってくるということです。なのでちょっと先になるので、まだ出店の予定とかは全然立ててなくて、いつ皆さんにお披露目できるかっていうのはまだちょっとわからないんですけど、またそれは決まり次第お伝えできたらなと思います。またキッチンカー完成したら動画ではご紹介できるかなと思います。キャンピングカーになる姿を楽しみにしていてくださった方もいると思うんですが、キッチンカーとしてのデッカリーゴもぜひ楽しみにしていただければ嬉しいです。僕たちとしてはキャンピングカーとしての使い方も良かったんですけど、キッチンカーにするっていうのもすごいワクワクしてます。実際にその専門業者さんのところに行った時に、同じダイナアーバンサポーターのキッチンカーっていうのがあったので見せてもらいました。ちゃんと販売口とかも開いてて、中に冷蔵庫とかあって、2人やったら全然中で立って作業できるぐらいのスペースがあったので、すごいイメージが湧いて楽しみになりました。はい。ほんまになかなか私たちも視聴者さんに会う機会って偶然とか時々ほんまに出るイベントしかなかったので、デッカリーゴがキッチンカーになって皆さんにお会いできるのも楽しみです。デッカリーゴキッチンカーになるんですけど、最後に1回だけあと車中泊をしたいなと考えています。はい。それは多分次の動画でお届けできると思います。というわけで今回はデッカリーゴのキャンピングカー計画を諦めますというご報告でございました。はい。ぜひデッカリーゴの新たな姿も楽しみにお待ちいただければと思います。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。